こんばんは。おやすみジャパニーズチャンネルのともです。今日も一日お疲れ様でした。今夜はゆっくり眠るための静かで優しい日本の昔話をお届けします。呼吸を少しだけゆっくりにして目を閉じてそのまま聞いてください。それでは静かな夜のお話をゆっくり始めます。桃太郎。昔、昔、静かな川のそばに、おじいさんとおばあさんが住んでいました。二人は狭い家で毎日をゆっくり丁寧に暮らしていました。朝になるとおじいさんは木を拾いに山へ。おばあさんは川へ洗濯に行きました。川の水は涼しく、さらさらと小さな音を立てて流れていました。おばあさんが川辺で服を洗っていると、どんぶらこ、どんぶらこ、大きな丸い桃が流れてきました。おばあさんはそっと手を伸ばしてその桃を取り上げました。まあ、なんて大きい桃でしょう。
桃は手の中でふんわり光り、おばあさんの心を温かくしました。おばあさんは桃を抱え、家へゆっくり帰りました。家に着き、おじいさんと一緒に桃を切ろうとしたときです。パカッと柔らかい音がして、桃が自分で割れました。中から小さな赤ちゃんが現れました。赤ちゃんはすやすやと眠っていて、頬は少し赤く、その息はゆっくりでした。おじいさんとおばあさんはとても嬉しくなりました。桃から生まれたから、この子の名前は桃太郎にしましょう。二人はそっと抱きしめました。桃太郎は毎日ゆっくり優しく大きくなりました。外で走る足音も、家の中で笑う声も、二人にとっては幸せの音でした。やがて桃太郎は心の優しい若い男の子になりました。ある日、村にこんな話が伝わってきました。鬼ヶ島の鬼たちが人のものを取っています。
村人たちは心配そうに空を見上げました。桃太郎はそっと手を握り、ゆっくりと言いました。僕が鬼ヶ島へ行きます。みんなの心が少しでも楽になるように。おじいさんとおばあさんは心の中でしんとしましたが、桃太郎の目を見て、そっとうなずきました。おばあさんはゆっくり時間をかけてきびだんごを作りました。これを持っていきなさい。桃太郎は深く頭を下げました。旅の道は風の音が少しだけ響く静かな道でした。しばらく歩いていると、犬がこちらを見上げながら近づいてきました。桃太郎さん、そのきびだんご一つください。桃太郎は優しく分けました。僕も一緒に行きます。しばらくすると、木の上からキジが飛び降りてきました。桃太郎さん、そのきびだんごを一つください。桃太郎は手のひらに乗せて渡しました。私もお手伝いします。
さらに歩くと、大きな猿が現れました。桃太郎さん、そのきびだんご、一つだけ。桃太郎は笑って分けました。俺も一緒に行くよ。こうして犬とキジと猿の三匹が桃太郎についてきました。心の中には静かな強さが生まれていました。やがて海の向こうに鬼ヶ島が見えてきました。波の音はゆっくりで、静かなリズムで岩に触れていました。島に着くと大きな門がありました。桃太郎たちは深く息をしてそっと門を開きました。中では大きな鬼たちが座っていました。しかし、鬼たちの顔は思ったより怖くありませんでした。疲れたような目をして静かに桃太郎を見ました。桃太郎はゆっくり優しい声で言いました。もう物を取らないでください。鬼たちは深いため息をつきました。
悪かった。私たちも道に迷ってしまっていた。鬼の親分は大きな手でそっと宝物を差し出しました。これを村に返してほしい。桃太郎はゆっくりうなずきました。犬もキジも猿も優しい目で鬼たちを見ました。鬼たちはありがとうと小さくつぶやきました。桃太郎たちは宝物を持って静かに島を出ました。村に帰るとみんながほっとした顔で桃太郎たちを迎えました。よく帰ってきたね。桃太郎は少し照れて微笑みました。村には静かで優しい時間が戻りました。おしまい。鶴の恩返し。昔、昔、雪が静かに降る。山の下の小さな村におじいさんとおばあさんが住んでいました。二人は小さな家に住んでいて、
あまり豊かな生活ではありませんでした。それでも心は温かく、毎日を大切にしていました。ある日の夕方、おじいさんが山道を歩いていると、冷たい風がヒュッと吹き、空気が少し白く見えました。雪の上で何かが小さく動きました。近づいてみると、一羽の鶴が藪の中で倒れていました。足には矢が刺さり、とても辛そうです。おじいさんはそっと手を伸ばし、矢を抜きました。鶴は体を震わせ、ゆっくり立ち上がると、おじいさんをじっと見つめました。まるで、ありがとうと言っているようでした。鶴は大きく羽を広げ、白い空へゆっくり飛んでいきました。おじいさんは元気になってよかったとつぶやき、家へ
帰って行きました。その夜、トントンと小さな音がしました。おじいさんが戸を開けると、知らない娘が立っていました。娘は雪のように白い着物を着ていて、ほっぺには冷たい雪が残っていました。道に迷ってしまいました。今夜だけ泊めていただけませんか？おじいさんとおばあさんはにっこり笑いました。さあ、中へお入り。こんな雪の夜に一人では困るだろう。娘は頭を下げ、火のそばで手を温めました。その夜から娘は三人で暮らすことになりました。娘は家の手伝いを丁寧にし、いつも優しい笑顔を見せました。なんていい子だろう。おじいさんとおばあさんは毎日心が温かくなるのを感じました。ある日、娘は二人に言いました。一つお願いがあります。
これから布を作る部屋には入らないでください。二人は、わかったよ、とうなずきました。その日から娘は部屋に入り、布を織り始めました。トントン、トントン。優しい音が家中に広がりました。3日、4日、5日、娘はほとんど休まず、ずっと布を織り続けました。やがて娘は少し痩せた体で大きな白い布をそっと出しました。その布は雪の光を集めたように白く、風が通ると少し揺れるほど美しいものでした。おじいさんは布を町で売りました。布はとても高く売れ、二人は少しだけ楽な生活ができました。けれど、娘はまた部屋に入り、布を織り続けました。日にちが経つと、娘の顔色は白く、息も弱くなっていきました。心配になったおばあさんは、ある夜、そっと部屋を覗いてしまいました。
すると、娘の代わりに一羽の鶴がいました。鶴は寂しそうな目をしながら、自分の白い羽を一本ずつ抜いていました。そして、その羽で布を織っていたのです。おばあさんは手で口を押さえました。鶴は気づきました。ゆっくり娘の姿に戻ると、二人の前に立ちました。私はあの日助けてもらった鶴です。お礼がしたくてここに来ました。娘は微笑みましたが、その顔は少し悲しそうでした。でも、もう羽がありません。これ以上布を作ることはできません。おじいさんとおばあさんは娘の手をそっと握りました。もう自分を辛くしないでおくれ。本当にありがとう。娘は静かにうなずきました。次の日の朝、娘は白い羽を少しだけ残した姿で家の前に立っていました。
今までお世話になりました。そして大きく羽を広げ、空へ舞い上がりました。雪の光の中で鶴の姿はゆっくり小さくなりました。やがて白い空に紛れるように見えなくなっていきました。おじいさんとおばあさんはしばらく空を見つめていました。胸の中に温かい思い出だけが残りました。おしまい。うばすて山。むかし、むかし、ある山のふもとに一人の男とお母さんが住んでいました。村にはとても難しい決まりがありました。年を取った人は山へ連れて行かれる。そして一人で暮らさなければならないという決まりでした。男のお母さんも年を取っていました。男はお母さんと一緒に暮らしたいと思っていました。しかし、村の決まりを破ることはできません。ある日、男はお母さんを背中におぶり、
静かな山道を歩き始めました。山は白い雪に覆われ、木の枝には雪が積もっています。足元からはギュッギュッという音がしました。お母さんは男の背中でそっと手を伸ばしました。そして歩いてきた道に小さな枝を一つずつ落としていきました。男は気づかず山の奥へ奥へと歩きました。やがて山の上に着きました。男はお母さんを下ろし、震える声で言いました。ごめんなさい。村の決まりとはいえ、こんなことをお母さんは優しく微笑みました。泣かないでおくれ。あなたが辛い気持ちでここまで来たことは、私はわかっているよ。男はこらえていた涙を流しました。その時、お母さんが言いました。帰り道はね、小さな枝を落としておいたよ。それを
たどれば家に帰れる。男は驚きました。雪の道には確かに小さな枝が少しずつ置かれていました。お母さんの優しい知恵でした。男は手をぎゅっと握りしめました。こんなに優しいお母さんを一人にできるものか。男はお母さんをもう一度背中におぶりました。帰りましょう。僕はあなたと一緒に暮らしたい。男の声は小さかったけれど、とても強い気持ちがこもっていました。家に戻ると、男はお母さんを押し入れに隠しました。誰にも見つからないよう布をかけて言いました。しばらくの間、ここで休んでいてください。その後、少し時が経ちました。ある日、村のお殿様から知らせが来ました。隣の国と争いになるかもしれない。この村から知恵のあるものを出せ。
そして殿様は三つの難しい問題を出しました。一つ目は、灰で縄を作れという問題でした。村人たちは顔を見合わせ、そんなことできるはずがないと思いました。男も困り、家に帰ってお母さんに話しました。お母さんは静かに言いました。縄を塩水に浸してから火に入れなさい。燃えた後には灰の形が縄のように残りますよ。男はその通りにしました。本当に灰で縄を作ることができました。村人たちは驚きました。その後も殿様から二つ目、三つ目の難しい問題が出されました。誰も答えられない問題でしたが、男は毎回お母さんに相談しました。お母さんはゆっくり優しい知恵で答えを教えました。男はすべての問題に答え、村は隣の国に襲われることもありませんでした。殿様は言いました。よくやっ
この村には素晴らしい知恵者がいるのだな。男は胸の奥が静かに暖かくなりました。命を救ったのは山に捨てられるはずだったお母さんの知恵でした。その日から殿様は決まりをなくしました。年を取った人を山へ捨てるという悲しい決まりは二度と行われなくなりました。男とお母さんはこれからも静かに心温かく暮らしていきました。おしまい。物語はこれで終わりです。このままゆっくりと眠りの世界へ落ちてください。今日という一日お疲れ様でした。おやすみなさい。いい夢を。